から彦根城へ行きます。はい、行きましょう。 J です。今回は滋賀県の彦根城へ。近江牛はじめお城の周辺グルメ、朝市や筋トレ級に疲れる急勾配な道、数々の重要文化財、国宝彦根城の見どころをご紹介します。2024年7月、用事があって滋賀県へ来ました。大変助かりました。ついでに観光もして帰ろうと一泊することに。ひこにゃんがいっぱいいる。悪いひこにゃんって何これ、初めて見ます。お、こじんまりとした、でもなんか金の感じ。こじんまりしてる。広いの。この周りをサイクリングする人のやつ。本当だね、サイクリングロード。堀。そうなんか普通にお城が街中にある。でもやっぱり立派さが普通じゃないっていうか。ねえ、本当だやっぱりね。すごいね。すごいね。やっぱりちょっとこれが残ってるのが偉い。さすが国宝だもんね。本当だ、街並みが川越みたいじゃん。ちなみに今この辺り、いいね、ここの通りは。いいじゃん、いい通りあるんだ。いいじゃん。江戸の城下町をイメージしたこの通りには、飲食店やこの地ならではの店が集まり、お城から近いことからも観光名所になっています。そしてここは人気の近江牛専門店。素敵なお部屋。近江牛発祥の地彦根で精肉店や宅配事業も運営する千成亭のレストラン。人気があるんですか？そうですね、こちら千成亭キャラをすき焼きの方に力入れておりますので、こちらが人気となっておりますね。こちら極上ですと赤身でございまして、最上ですとリブロースで、特選ですとサーロインとなっております。お値段が脂に強い脂身が多いお肉となっております。両方食べてみたかったので、極上の赤身と特選のサーロインを注文しました。江戸時代は牛肉食べられなかったんだけど、彦根藩は幕府に太鼓ね、どんどんって太鼓を献上してたから、太鼓の皮っていうのは牛だから、そう牛側のために牛を畜産してもいいんですよってなってて、でそれで牛を食べるようになってたみたいな。そうっていう。またあゆじゃん。桜田門外の変は俗説だけど、この近江牛が関係していて、近江牛を楽しみにしていた水戸藩士が、江戸幕府への近江牛の献上を断った井伊直弼を恨んで桜田門外の変が起きたっていう俗説があるけど、めっちゃ欲望やん。食べ物の話になってるけど、なんていうの、そういういろんな恨みがさ、ふざけんなあいつっていうのが時に、日頃からあって、でこれでカチンってきたんじゃないの？多分分かんないけど、知らんけど。こちらは近江牛のお刺身、ローストビーフとどちらか選ぶことができます。ちょっと馬刺しみたい。そうだね、馬刺しみたい。すき焼きで炭火ってすごい。こちらがお野菜と近江牛の赤身とサーロインでございます。素敵。こちら近江牛はですね、少しピンク色でも美味しく召し上がることができます。赤目でも大丈夫ですか？動けるね。こちらの中でもとろけるようなお肉となっておりますね。でこちら千成亭の近江牛はですね、未経産の牛、出産をしていないメス牛のみを使用しておりまして、そのためお肉自体に甘みがあり、大変柔らかいお肉となっております。これ何ですか？
ちら調理府というお麩でございます。私、滋賀県にいた近江商人商業さんがですね、少しでも多く運びやすいよう箱いっぱいに詰めやすいように一つだと言われております。これあとだけで出てくるような有名なキャラクターがここになんかすぐ怒るじゃん。ネタバレじゃん。本当だ。キコニャンユガでございます。かわいい。キコニャンユガ。じゃあ滋賀県の名産品の赤こんにゃくでございます。さっきお客様にお任せしてよろしいですか。わかりました。お姉さんの絶妙な距離感のおもてなしでした。お会計は1人1万5,000円ぐらい。ごちそうさまでした。食後はホテルの1階にあるバーへ。こちらはシガーバーらしいですが、私たちはカクテルをいただきました。桃のカクテルフェアだ。あ、ベリーニも美味しい。泡の酸味と桃の甘みがちょうどいい感じ。ほんとデザートっぽいね。ケーキみたいな甘さ。翌朝、ホテルのレンタル自転車を借りてみることにしました。お城までは徒歩10分なのですが、ランチなどを考えると自転車があった方が便利だからです。何時までとか決まってないです。はい、わかりました。すごい自由。じゃあ今から彦根城へ行きます。はい、行きましょう。いやー涼しくて今日はちょっと気持ちいいですね。天気もなん35度未満でいるので、今から午前中いっぱいと、あと8時以降なの。午後になったら35度過ぎる午後になったらやだな。あー気持ちいいですね。気持ちいい。違った。間違いでした。これ五穀神社でした。しかしこの神社で朝市をやってるそうなので寄ってみることにしました。朝市ですね、確かに。これ材これはね、ケヤキです。あ、ケヤキなんだ。それがイチョウ科。あ、それぞれ違うんですね。によってね、ものすごく個性があって。素敵。この地域の食材や雑貨、アクセサリーなどが並び、地元の方との交流もできていいですね。あ、野菜ね、野菜。あ、いいね、素敵だね。あ、コーヒー飲むのはどう？どうぞ。のが濃い感じ。そうだね。下の方が深い。あ、じゃあ毎月第3日曜日しかやってない。あ、ここは8時12時で、で来月だともし来られた8月だと夕市っていう形で、わ、夕市もやるんですね、夏は。月だけは素敵。形で。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、今度こそ彦根城へ。駐輪場を教えてもらいました。ちなみにここ彦根城は徳川四天王の一人、井伊直政の息子たちが築いたお城。現存12天守の一つであり、琵琶湖の水を引いた水城であり、またリサイクル城と呼ばれる特徴があります。そんな彦根城を実際見てみましょう。そうだね。これシューズバッグを持って、これが噂の階段ですね。杖をやりたければ杖がある。あ、本当だ。あ、杖持っていくか。杖あった方が楽なのこれ。絶対楽だろう。絶対。初めて杖使う。だってやっぱさ、人間の知恵っていうかさ。彦根城は天守まで約140段の階段があり、敵兵が駆け上がれないよう不規則な階段になっています。これがきついんです。俺はもうここで攻める気なくすでしょ。もうもう終わりだ。終わり。もう疲れた。もうやめよう。もうこの段階でハーハー言ってたもんね。こんな初期段階で
まだ靴紐の段階じゃないこれ。いや靴紐だよ本当に。なんなら布団から出たぐらいだよ。なんだね。あ、これがあれか、落とし橋だっけ。そうだね。非常時に落とせるようになっているという廊下橋です。ちなみに今はこの辺り。あ、でも結構来たね。結構来たから大丈夫。あ、意外と切ってる。靴紐がここだったよ。今これ、ここ大変だった。ほんと結構来たの。景色見る。景色見よっか。あ、いいっすね。2階でも結構、あ、よかった。綺麗。ほんとだ。見渡してるね。彦根を。ちょっと。ここがでもいざ攻められると落ちるようになってるってことだよね。やっぱり階段すごい。こういうのがなんかでっかい天秤櫓は公開中だから見てみる。あ、重要文化財。羽柴秀吉の城から移築したやつだ。重要文化財天秤櫓は上から見るとこの字型をしており、両隅に2階建ての櫓を設け、中央に門が開く構造になっています。実はこれ、秀吉の長浜城の大手門を移築したもの。彦根城は工期短縮のため、こうしたリサイクルが各所に行われているエコなお城なのです。すごい。もうさっき登ったハーハー言ってたところにもうここから攻撃できるんだ。あ、見張りとしては100%だよ。これこう通ってこない人いないんだから。斜めってんのは何でかっていうと、弓とかで言うときにここまで使えるから。こう角度が一番綺麗に使えるから。なるほどね。こっちまで台あるから。すごい。ここからしておけばこうやってここから打てるっていう。なるほどね。考すごいなえ抜かれてんな。これがちょんのめなの。へえ。ね普通ね丸太の皮を早くバーッと抜くためにまた階段があります。これがあれだ。あ、これだね。金田時報。何時にやってんだ今は。江戸時代から時を告げてきたという時報賞。6時、9時、正午、3時、6時と1日5回ついている。環境庁の日本の音100選にも選ばれているそうです。はあ、これが太鼓門。太鼓門。重要文化財の太鼓門。城内表口を固める太鼓門櫓。会津の太鼓を置いたことからこう呼ばれているとか。1999年に復元された太鼓門は毎年4月、7月、10月に公開されています。建物の背面が開放され、高欄付きの廊下となっているこの構造は櫓としては珍しいものなのだとか。国宝彦根城天守、江戸時代から続く現存12天守の一つ。屋根は切妻破風、西表屋破風、唐破風を多様に配置など変化に富んだ美しい外観です。天守に行ってみましょう。大津城から移築したと言われる天守は外観の美しさだけでなく軍事面でも優れています。かなり急な階段が多くてちょっと怖いですね。あ、矢様鉄砲様。矢を射るとこと鉄砲を射るとこが来ました。鉄砲様が三角と正方形で、矢様が長方形。外部から見えないように外側に板をはめ、壁が塗ってあるので隠しざまという。なるほどね、隠れたざまってことか。向こうから見えないから、もうどっから狙われるか分かんないってことですね。わあ、工事中だから、なんかこうやってやるんだ。これはこれですごい珍しい。修復してるってことだよね。これはちょっと、これは高齢者にはきつい、私たちにもきつい。現存はひどいってことだね。松山でも現存だわ。そうだね、現存はひどい。やっぱエレベーターとかつけらんないからな。涼しい。おー、琵琶湖見えますね。
インスタ映えスポットらしい。ここはこっち側がこっち側海だった。海湖だった。湖がここまで来てたってことか。ここまで来てた。実質水城って言われてるんですけどね。なるほど。湖の中にあったわけだね。湖のまあそうだ。かつてはお堀と湖をつなげた水城だった彦根城。琵琶湖を介した防御ラインを意識した城下町づくりがなされました。西の丸30砦、30櫓も見れますが。これが30櫓。西方の絡めてからの敵に備えた守りの要、西の丸30櫓。こちらも重要文化財。3層の櫓でできてるってこと？上が見張りで下2つは攻撃になってる。この見張りのすごい広いんだ。うわ頑張るこれ。もう頑張れないかな。頑張れない。頑張れる？もういいことにするか。下に玄宮園というお庭があるそうなので行ってみます。いやー、やっとここまで降りてきました。なんかちょっとね、道路湿ってて苔が滑ったりして怖いっていうね。二重にも三重にもきついですね、ここは。なんか撮ってるけど向こうから、疲れた。疲れたね。きつい。チケット、白鳥がいた。白鳥の湖じゃん。湖じゃない、ここは湖じゃないけど、まあそう。呼んだら来てる。呼んだら来たの。すごい。ご飯あげてないよね。よし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 、何にもないよ、ごめんね。あげるふりしただけ？ひどい。っていうか、意外と頭いいとも言えるよね。うん、犬みたいに来るってことだもんね。ありがとう。そうだね。すごいよ。すごい。玄宮園は国の名勝に指定された庭園。素敵。この楽々園とともに彦根藩四大藩主井伊直興により建立された彦根藩の二の丸御殿です。広大な池水を中心に池中の島や入り江にかかる9つの橋などにより変化に富んだ回遊式庭園となっています。あそこに、そして天守が見えますね。お昼は昨夜も行ったキャッスルロードへ。これがこちらは親子丼が美味しい人気店。さ、多賀町での朝どれ卵らしいってすごい。書いてあった。お城でカロリーを消費したので親子丼のラーメンセットを注文しました。比内地鶏と多賀町の卵、ラーメンのチャーシューも比内地鶏です。大丈夫ね。卵がちょうどいい半熟度合い。地鶏はしっかりと味のある、弾力のある、地鶏感のある。そうだね。それで、これもこのチャーシューうまい。これも出汁が美味しいですね。卵は
朝どれの卵。夢プリン。ブリュレ。ブリュレになってますね。アメリンですね。うわ、すごい濃い。卵が濃い感じする。あ、でも意外とさっぱりしてる。ここで13時半からひこにゃんが出るという噂なので、噂っていうか書いてあったんで、ちょっと急いで来てみました。ひこにゃんは彦根市のキャラクター。2代目彦根藩主井伊直孝を手招きし、雷雨から救ったという伝説の猫がモデル。2010年の第1回ゆるキャラグランプリでは人気投票第1位に輝いていますが、これは彦根で開催されたイベントだったので、地元のひこにゃんが強かったという説も。今日はひこにゃんですね、10分間のお散歩となります。皆様ご了承くださいませ。地味な登場ですね。そろりそろりと。それでは改めましてご紹介いたします。彦根市のキャラクター、ひこにゃんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もですね、お時間を短縮させていただいて10分間の登場ではございますけれども、さあそれでは早速ですが、お写真タイムをね設けたいと思います。もう皆さんカメラご準備大丈夫ですか？ではいきます。せーの。いいですね。実はね、ひこにゃん今鈴を持ちましたけど、ひこにゃんの鈴実は鳴るんだよね。ちょっと風鈴代わりに皆さんにちょっと涼しんでもらおうか。聞こえました？聞こえました？ちょっと左側の方聞こえないかもしれない。歩きながら鳴らしてすっかりひこにゃんファンになってしまいました。さて、この後はお堀の遊覧体験へ。こちらの屋形船は1人1500円。井伊家の殿様の専用船を復元し、遊覧運行しています。乗船時間45分。だいたい10時から毎時間0分に出る感じですね。あれ、あ、靴脱ぐのかな？今現在地がここです。はい。これが内堀なんですけど、これ一周できません。ここと反対側向こう側ですね。2箇所せき止めてあります。それによって一周できないようになってます。で、初代のね、井伊直政がここに石田三成の居城沢山城に入られております。で、入られたんですけど、2年後に鉄砲傷が元でね、他界されたという。これが内堀、そして中堀。これが外堀なんですけどね、外堀は第二次大戦後ですね、蚊の感染症、マラリア対策によって全て埋められております。ああ、よどんでたんですね。はい。本日はね、国宝彦根城並びにね、内堀遊覧ということでね、屋形船にご乗船いただきまして、誠にありがとうございます。江戸時代はですね、お殿様専用のね、こういう船があったということでね、ということで、18年ほど前にこういう船を再現させていただいております。今日は遊覧ルートはこんな感じ。石垣、そしてお堀群なんですけど、これは400年前そのものが残っております。で、左側ですけどね、これ、白壁の左側があります。これが重要文化財の馬屋となっております。お嬢様のね、馬と流しつながれていたということですね。また徳川将軍のね、馬もつながれていたと言われています。ここに大きな屋根が見えますけどね、はい、ここが彦根のミュージアムということですね。あ、あれか。ここですね、江戸時代はですね、はい、これからね、橋の下をくぐります。これからね、ちょっとね、変わったことをやらせてもらいます。どうすんの？高い。光を。どうすんの？これはですね、同じ国宝でございます。はい、まず右側のね、この石垣の作りをご覧ください。この作りはこれ非常に珍しいんですね。天守を囲むような形でぐるっとこれ丸みを見て。あ、本当だ。
鉢巻き石垣と腰巻き石垣で土塁を挟んだ構造は、現在では彦根城と江戸城でしか見られないものだそうです。ありがとうございました。遊覧船の後は再びキャッスルロードへ。こちらはモンブランの専門店。モンブランソフトと黄金栗団子を注文。しっとりと美味しいモンブランでした。帰りは彦根駅から米原で新幹線光へ乗り換え、夕食は近江牛弁当を購入。昨日あんなに食べたのにやっぱり近江牛は美味しかったです。